キグナスの氷河。ブロンズセイントの中で、戦闘においては常にクールに徹することを目指した男氷河。心の奥底には友への熱い友情や、母への深い愛を合わせ持つ。そんな氷河の劇中での活躍やスピンオフでの活躍について解説していくぞ。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサです。今回はセイントセイヤのブロンズセイントの中でも一見すると冷たい印象を持ってしまうが、内面には優しさや、仲間を思いやる心、死とは固い絆で結ばれている氷河についてだ。ヤコフのことも忘れないであげてね。氷河は熱くなってしまう性格から失敗してしまうこともたびたびあって、亀はその点を心配してクールに徹しろと言われていた。確かに、クールというよりも熱い男だよね。泣いていることあるし。まあな。そんな氷河のことを早速解説していくぜ。よろしくね。キグナスの氷河。氷河はすごくお母さんのことが好きで、言い方があまり良くないけどマザコンのイメージが少しあるよね。お母さんのことをマーマって呼ぶから日本人の我々には違和感があるから、余計にそう感じるのかもな。呼び方も結構影響しているかもね。母親が、ナターシャという名前のロシア人で、氷河は実はハーフだ。あの昭和の木戸光政が親父では、ママっ子になるのも当然だな。ハーフだからあんな綺麗な金髪をしていたのね。実は木戸光政は聖夜たちと違ってナターシャの子供の氷河を認知していなかった。確かに良いイメージ持たないからね。母親も早くにシベリアの海に沈んでしまったから、他のブロンズセイントと一緒でなんかかわいそうだな。当時テレビを見ていた子供たちも、あのマーマって母親の名前を呼ぶところがなければ、ダントツでブロンズセイントの中では氷河が人気あったと思うよ。それでもセイントセイヤの人気投票では、男性からも女性からも人気があって人気上位に入っていたな。イケメンでかっこいいからね、納得の結果かな。氷河が7歳の時に、母のナターシャは日本に向かう船の航海中に海難事故に遭ってしまい、シベリアの海の底深くに沈んでしまった。若くて綺麗な人だったよね。その後、故郷のシベリアにおいて水亀座のゴールドセイント亀の指導を受けて、セイントを目指すようになる。アニメ版では、シルバーセイントのクリスタルセイントの指導を受けていたよね。そこの設定が原作と違っていて、アニメ版では亀のことを、死の死といえば我が死も同然と語っていて、少し違和感があった。作者は、アニメ版に合わせるような人じゃないのも理由だろうね。シベリアでの修行の結果、兄弟子のアイザックの不幸もあって、白鳥星座のブロンズセイントになることができた。氷河がマーマに会いに行ったことが原因で、アイザックは行方不明になってしまったよね。ああ、白鳥座のブロンズセイントになった氷河は、ギャラクシアンウォーズに参加するために日本に帰ってきて、ヒドラの1と対戦することになった。1は車田先生がよく角雑魚キャラ顔で全く強そうに見えなかったけどさ。無数の毒牙で苦しめたように見えたが、強力な霊気によって攻撃や毒は、すべてが凍りついてしまい氷河には全く通じておらず、案の定ダイヤモンドダストで一周されてしまったってわけだ。あの見た目のキャラは、大体ああいう感じでやられてしまうから、車田作品で買ったのを見たことがないね。顔を見ただけで、弱いってわかっちゃうのは困ったものだ。ハーデス編の最後の方は、そんなやつだらけだったし、ギャラクシアンウォーズが行われている途中に一機が乱入してきたことによって、ゴールドクロスが奪われてしまい、聖夜や氷河たちはブラックセイントと戦うことになった。ブラックセイントがクロスのパーツをそれぞれ持って逃げてしまったよね。原作漫画ではブラックセイント、アニメ版ではブラックセイントとなっていて呼び方が違う。なんで違う名前なのかな？アニメ版は原作が終わってから作っているわけではないから、アニメの最初の方は原作の進行度との関係もあって、アニメのオリジナルの設定が少し多かったな。アニメ版は、セイントがヘルメットを被っているみたいな感じだったよな。氷河の頭を見て、お丸を被っているみたいだって言っている人もいたね。さすがにそれは少しかわいそうだな。ブラックセイントの一人、ブラックスワンは結果として2回氷河と戦うことになるけど、1回目は、お前の拳は薄皮1枚凍らせただけだと言われ、2回目の対戦でも簡単に敗れた。やられる間際に一気に氷河の技だけは伝えることはできたみたいだけどね。その後、他のブロンズセイントたちの活躍もあり、一機のところまで無事にたどり着き、ブロンズセイント一丸となって一機と戦うことになった。戦いの中で氷河は一機の玄魔剣をセイントに同じ技は通用しないと言って跳ね返した。セイント聖夜のお約束のセリフだね。セリフ通り本当に玄魔剣は通じなく、氷河は一気に攻勢をかけたが、一気の弟である旬の妨害もあって攻撃を躊躇してしまう。躊躇したことによって一気の反撃を食らってしまい、やられてしまったかのように見えたが、胸に入れていたマーマからもらったロザリオによって身を守られた。
亀が見ていたらどんな敵の前でもクールに徹しろと言って起こりそうな展開だね。戦いの結果、ピッチからゴールドクロスを取り返すことに成功したが、次の刺客であるシルバーセイントたちに狙われることになってしまった。クリスタルセイントと戦ったり、ケンタウルス星座アニメではサントール星座のパベルと戦ったりはしていたけどな。なんか一致と一緒に行動しているシーンが多かった印象があるかな。ケンタウルス座のパベルは原作で、すべてのセイントを敵に回すような真似をしてこれからどうするつもりだと、氷河に尋ねたが、氷河はセイントだろうとアテナだろうと、自分たちの前に立ちはだかる者は倒すと言っていた。アテナを倒しちゃうの？この時氷河はアテナがまだ誰なのかをわからずこんな発言をしたが、コミック化される時にはしっかり変更されていた。今このセリフを聞くと違和感しかないもんね。そして、物語はセイントセイヤでは最も人気のあるサンクチュアリ12級編へと進んでいく。サンクチュアリ12級編では、総時級で双子座のゴールドセイントの作る幻影を見抜くことができなくて、アナザーディメンションで天秤級まで吹っ飛ばされてしまった。天秤級では、なぜか死である水亀座のゴールドセイント亀が待ち受けていたよね。亀は、自らの手で弟子である氷河を葬りたいと語り、その肉体が朽ち果てることのないようにフリージングコフィンで氷漬けにしてしまった。その時は、後に他のゴールドセイントを倒して、自分の級に来れる実力があるとは思えなかっただろうね。亀は、氷河の母の眠る船をシベリアの海底奥深くへ沈めてしまった。弟子にはクールに徹しろと言っていたくせに、氷漬けにした後に自分が泣いてしまう一面もあって、氷河と似て熱い性格の持ち主だよね。弟子思いの一面もあって、シベリアの奥深くに船を沈めたのも、弱点である甘さを断ち切って、セブンセンシズに目覚めてほしいという親心からそういう行動に出た。その後、天秤級において氷漬けになっているところを、後から駆けつけた仲間たちに助けてもらい戦線に復帰した。シュンには、自らの命を犠牲にする覚悟で助けてもらったから頭が上がらないね。戦列に戻ってすぐにサソリ座のゴールドセイントミロと戦うことになった氷河は、戦いの中でセブンセンシズに目覚め、ミロに勝つことはできなかったが、ミロのアテナに対する考えを改めさせることには成功した。ミロは亀とも親交が深かったから、氷河の戦いからブロンズセイントたちが信じるものは正しいんじゃないかと、感じるものがあったかもね。そして、公平級弟子である亀と最後の対決をすることになった。亀は氷の棺から戻ってきた氷河に対して、なぜわざわざ戻ってきたと憤っていたよね。亀との戦いの中で、氷河は絶対レイドを身につけ、オーロラエクスキューション弟子である亀を倒した。弟子の成長に感動した亀は氷河の力を、これからの人生に使わせてやりたかったと悔いて泣いていた。最初から倒す気だったら、あっさりやっつけられそうだったのにね。氷河は自分の死が命を懸けて、絶対レイドに導いてくれたと感謝していた点からも二人の師弟関係の強さを感じるよな。サンクチュアリ12級での戦いが終わったブロンズセイントたちは今度はポセイドンと戦うことになり、海底深くにあるポセイドン神殿へと向かうことになる。氷河は、クラーケンになったアイザックと戦うことになるが、自分の過ちによってアイザックの人生を変えてしまったことから、なかなか戦うことを決心できなかった。アイザックの目を見えなくさせたのは自分の責任だと思い、同じように自分の目を潰してくれと言っていたよね。アイザックも結局は、非常に徹することはできず、まぶたを傷つけただけで終わり、氷河に敗れてしまった。倒される時も弟弟子の成長に喜びを感じていて、その点は亀と一緒だったよね。兄弟子も優しかったのね。ポセイドン編でユムナデスと戦った時に自分の甘さからやられてしまって、次はクールに徹すると言っていたのに、その後にアイザックが出てきてすぐにこれだから少し笑ってしまったな。やっぱり目が優しすぎるね。ポセイドンに勝利したブロンズセイントたちの次の相手は冥王ハーデスだ。ハーデス編では、氷河の見せ場はほとんどなかったよね。ハーデス編の前半は、ゴールドセイントの活躍が多かったから、活躍シーンが少なかったのは仕方なかったからな。後半も聖夜と春がメインで話が進んでいったもんね。まあな、シリュウと二人がかりで、冥界で戦ったユカオンのフレギアスには一撃で敗北していたしな。ハーデス編では、見た目が雑魚の人はあっさり倒していたけどさ。フログのジェイロスとトロルのイワンのことだな。二人には確かに圧勝していたな。ハーデス編全体を通して、ゴールドセイントの活躍が多くてブロンズセイントの戦いは、一撃で勝ったり、負けたりが多くて、極端な感じだったもんね。戦っている相手が強すぎて氷河だけじゃなく、他のブロンズセイントも一撃でやられているシーンも多かった。ミーノス戦は氷河が勝ったんじゃない？ミーノスは自爆したような感じだから勝ったとは言えないかな。
オーロラエクスキューションは確かに聞いていたけど、神の道に踏み込んで消滅していたように見えるもんね。これでハーデス編までの氷河の活躍の解説は終わりだ。氷河はいつの間に聖夜たちの仲間になっていたんだろうね。そう言われると自然に横にいた気がするな。次はスピンオフや映画での氷河の活躍を簡単に紹介していくぞ。映画では神々の熱き戦いがシベリアの設定だったから氷河の出番が多かったな。寒い場所だったせいか生き生きしていたよね。アニメのアスガルド編もこれを元に作っていて、氷河はどっちともワルハラの兵士と戦っていて結構出番が多かった。アニメのアスガルドではちょっとフレアといい感じだったよね。サンクチュアリ12級編の総集編的位置づけの映画セイントセイヤレジェンド・オブ・サンクチュアリでは、シベリアでゴールドセイントカミャの弟子として修行していて、性格もほとんど原作と変わらない感じだったな。スピンオフならではの設定で、魚介級で神座のゴールドセイントデスマスクにより、石式へ落とされそうなところをカミャが砲兵級へ連れて行き、指定で戦うことになったが、二人の戦いは結果的に相打ちになってしまった。雌雄が石式に飛ばされた時に原作でも、氷河が石式にいたからうまく編集されていたよね。セイントセイヤネクストディメンションでは、カリストの命令でセイヤの首を狙いに、サンクチュアリに現れたトーマと戦っていたマリンを助けに参戦して、トーマを撤退させる活躍をしていた。原作で氷河がマリンを助けに来るってあんまりイメージ湧かないけどね。そして雌雄にセイヤの危機を伝え、二人で全聖戦の時代へと向かった。このセイントセイヤネクストディメンションでは氷河は眼帯をしていなかった。ハーデス編ではずっとアイザックにやられたからか眼帯をしていたね。セイントセイヤオメガでは謎の男という設定で登場していた。ブロンズセイントがみんな魔性を追っているから最初はどうしてもそんな感じになっちゃうよね。氷河はユナの修行地である同国の谷の奥にいて、甲賀に色々とアドバイスをしていた。怪我をしているから、さすがに自分で戦いに行けないしね。ただ魔性が回復した後のパラサイトとの戦いでは、雌雄や春と一緒に元気に戦っていたぞ。さてここからは氷河の技を見ていこう。ダイヤモンドダスト。手から雪の結晶を放つ、氷を操るセイントの基本技。真似しやすい技の代表だね。オーロラサンダーアタック。天空に霊気を込めたコスモを放つ技。オーロラエクスキューションを彷彿とさせる伝承的な拳から、最大限に高めた霊気を相手に向けて放つ。フリージングコフィン。氷の棺を作り、相手を閉じ込める技。決まったら脱出は不可能とされる技。と言っても天秤座のゴールドクロスで棺を破壊したり、天気星グリフォンのミーノスが素手で壊しているけどね。カリソー。指先から氷の輪を放ち敵の動きを封じる。その効果として圧迫による行動阻害と思われる。ホーロドニースメルチ。オーロラエクスキューション体得前までの氷河最大の剣。コークスクリューパンチから陶器を打ち出すことで、相手を巨大な陶器の竜巻で飲み込んで凍結させる。オーロラエクスキューション。両手を合わせ、水秒をかたどった構えから、絶対0度の氷のレーザーを放つ氷系最大の必殺技。相手を巨大な陶器の竜巻で飲み込んで凍結させる効果がある。これも真似のしやすさが相まって人気の技だよね。アクエリアスの氷河。絶対0度を身につけ師である亀を退けたことによって、水亀座のゴールドクロスはポセイドンとの戦い、エリシオンでのタナトス返答で氷河が装着していた。タナトスとの戦いは、ゴールドクロスを着ていたけどすぐに壊されちゃったけどね。ハーデスと戦いが終わった後に、ゴールドクロスは成長した危機によって修復された。ムーのおまけって言われていたのに随分出世したよね。アッペンデックスの危機って自分で言っていた頃とは違って、ポセイドン編でも天秤座の武器を運んでいたりしていたからな。セイントセイヤオメガでは、軍神マルスと2回目の戦いによって、魔性を受けたことによって戦うことができなくなり13年もの間、氷の谷の中に身を潜めることになってしまった。他のブロンズセイントも魔性を負ってしまって戦うことができなくなっていたよね。その傍らで、水亀座のゴールドクロスはメディアの手に落ち、呪いのアイテムとして、時貞に貸し与えられ、12級での戦いでは甲賀の敵として登場した。なんか不遇の扱いだね。色々あった結果時貞は、セブンセンシズに目覚めたハルトによって敗れてしまい、再びアテナのそばに水亀座のゴールドクロスは戻ってきた。時貞がちょっとだらしなくて水亀座のゴールドクロスの持ち主としては、ちょっと残念だったよね。セイントセイヤオメガ第2期では氷河が魔性も癒えて神聖クロスを携えて戦線に復帰した。みんな氷河に水亀座のゴールドクロスを着てほしいからそのシーンを期待しちゃう。氷河は、以前よりはるかにパワーアップした時貞と対決することになったが、アクエリアスなど鉄くずも同然と言われ激怒した氷河は怒りの攻撃によって、
時貞を氷の棺の中に永久に閉じ込めてしまう。なんか残念なキャラだね。聖戦の終盤において、真の姿を現したミラーと対峙するローガだが、クロスの破壊者のミラーを相手にダイヤモンドダストを使って普通に倒してしまった。ファンとしてはここでクロスが破壊されて、ローガが水亀座のゴールドクロスを着てほしいと期待していたけどな。他のブロンズセイントも着ているから期待しちゃったよ。カミュから引き継いだのをローガが着るのは夢があったが、セイントセイヤオメガではローガが水亀座のゴールドクロスを着る機会は結局なかった。少しでもまとう姿が見たかったな。ポセイドン編やハーデス編でも着ていたシーンが少なかったから、ファンとしてはやっぱり物足りなかったな。スピンオフ作品のセイントセイヤエピソード G アサシンでは水亀座をまとって登場するぞ。本作ではカミュの後を継ぎ水亀座のゴールドセイントとなったローガが登場。舞台が日本であり、バーのバーテンダー兼店長としてかつての仲間たちと話し合う場面が見られる。と言っても、水亀座のゴールドセイントとしての活躍はもちろんあり、火の海となった街を一瞬で凍結させ、その力を思う存分発揮している。余談であるが本作ではパパになっている。パパだと？娘の名をとっさではあるが、母の名であるナターシャと名付け、親バカに興じている。水亀座をまとった活躍もそうだけど師弟というか、親子の愛情が見えてローガらしくていいね。だな、家族師弟関係のストーリーが多いのもローガの特徴だな。では今回はこれで以上。最後に一言いいかな？どうした？クールに徹しろと言われながら、クールに徹することができないところが一番の弱点だったよね。それがローガの魅力でもあって実際にはちょっと喧嘩っ早いところもあるけど、義理や人情を大切にするセイントだな。兄弟子のアイザックもそうだったから一問でそんな感じなんだろうな。まあみんなクールだったらアニメが成立しないね。それもそうだ。では、ご視聴ありがとうございました。